君は思い描いた未来を本当に手にできるのだろうか。そう問われたとき、多くの人は半信半疑になる。けれども、君の想像は確かに現実を引き寄せる力を持っている。それは単なる願望ではなく、宇宙の仕組みそのものに根ざした力だ。世界を流れるものを見よう。目には映らなくとも、空間は波動とエネルギーで満ちている。人の思考もまた、同じく振動を生み出している。その振動は、やがて君の周囲の出来事や人々を引き寄せる。心に描いたものが、知らぬ間に現実へと姿を変えていくのだ。だが、注意せよ。引き寄せは、良きものだけを運んでくるわけではない。恐れ、不安、疑いもまた波動となり、同じように現実を作り出す。こんなことは無理だ、と思えば、無理という未来が君を待つ。逆に、必ずできる、と信じきったとき、宇宙はその確信に同調する。私はこれまで、目に見えぬ世界の力を信じてきた。あまたの実験も発明も、まずは心に鮮やかに像を結ぶことから始まった。頭の中で装置を動かし、完成型をくっきりと描いた。その想像が現実となるまで、執拗に調整を重ねたのだ。未来を思い描き、それに周波数を合わせる。それこそが現実化の第一歩である。君にも同じ力が備わっている。想像はただの空想ではない。それは未来を引き寄せるための設計図だ。君が心に何を刻むかで、明日の形は大きく変わる。ならば、何を選ぶべきかは明らかだ。恐れではなく、希望、疑いではなく、信念を、欠乏ではなく、豊かさを。これから7つの教えを語ろう。それは想像した未来を現実に引き寄せるための手がかりだ。どれも難解な理屈ではない。君の毎日にすぐ取り入れられる小さな行動に過ぎない。だが、その積み重ねが君を望む場所へ導いていく。さあ、耳を澄ませてほしい。君の未来はすでに君の心の中で震えているのだから。第一の教え。すべては周波数でできている。君が今、抱いている思考や感情は、目には見えないが確かに振動を放っている。それは、空気の震えのように広がり、やがて似たものを引き寄せる。もし君が、いつも欠乏や不安を心に抱けば、その波動が周囲に反映される。逆に、心に豊かさと確信を保つなら、その調和が未来を呼び込むのだ。考えてみてほしい。ラジオは周波数を合わせることで、遠く離れた音を受け取る。君の心も同じだ。望む未来の周波数に同調すれば、その未来の現象や出会いをキャッチできる。波動の一致こそが、引き寄せの根本原理なのだ。多くの人は、現実を見て心を決める。だが、それは順序が逆である。心に抱いたものが先で、現実は後から追随する。まだ成功していないから信じられない。というなら、成功の周波数は決して届かない。まずは君の内側で、その未来を先取りして感じることだ。ここで一つ、日常の例を示そう。例えば、新しい仕事を探している人がいる。自分に合う場所なんて見つからない。と思えば、その思いに沿った結果が続くだろう。けれど、必ず自分を必要としてくれる場がある。と確信すれば、不思議と目に留まる情報が変わり、出会う人の言葉も変わっていく。現実は偶然ではなく、心の周波数によって選び取られているのだ。君がすべきことは単純だ。自分が望む未来を、すでにそこにあるかのように思い描き、感じ続けること。不安や疑いが現れても、その度に波長を整える。私はできる。私は価値ある存在だ。と心の中で調律し直すのだ。その小さな習慣が、やがて大きな現実を呼び込む。君に試してほしいことがある。寝る前の数分間、静かな場所で目を閉じよう。その時、望む未来を、鮮やかに心に描いてみるのだ。具体的に、人々の表情や声、空気の感触まで思い浮かべる。まるで今、その瞬間に生きているように感じること。これを繰り返すほどに、君の周波数はその未来と一致し始める。忘れてはならない。未来は遠い場所にあるのではない。
すでに君の内に種として存在し、波動の一致を待っているのだ。君の想像がその扉を開く鍵となる。第二の教え。想像力は現実を想像する力である。君が頭の中で描くイメージは、ただの夢物語ではない。それは、未来を形作る設計図であり、現実の第一歩だ。人は、見えないものは存在しない、と思い込みがちだが、真実は逆だ。存在するものは、必ず一度は誰かの想像の中に生まれている。建物を見よう。街に立つあらゆる家や塔も、最初は誰かの頭の中で描かれた。電気を使うあらゆる道具も、発明の前には心の中で動いていた。つまり、想像は虚構ではなく、現実の源泉なのだ。多くの人が未来を描くとき、どうせ無理だ、と心の中で打ち消してしまう。その瞬間、設計図は破り捨てられる。想像が弱ければ、宇宙もまた反応しない。だが、強烈に信じ、鮮やかに思い浮かべたとき、エネルギーが動き出す。君の脳は、その未来を実現するための道筋を探し始めるのだ。一つ日常の場面を思い浮かべてほしい。例えば、君が新しいスキルを身につけたいと願っているとする。その時、難しいに違いない、と思えば挑戦は遠のく。だが、できる自分を心に描き、その姿を何度も想像すれば、学びの場面が自然に目につき、吸収の速さも増していく。想像の力は、行動の燃料となり、環境までも変えていく。ここで忘れてはならないことがある。想像は、漠然としていてはならない。未来を引き寄せたいなら、細部まで鮮やかに描くのだ。豊かになりたい、とぼんやり思うより、この仕事で成果を上げ、こういう場に立ち、こういう人と笑っている自分、と描いた方がはるかに強力だ。明確なイメージは、周波数を安定させる。曖昧なイメージは、雑音を生むだけだ。私が試みた実験の多くも、まずは心の中で完成させてから現実に移した。実験室に並ぶ前に、心の中で回路を組み立てて、装置を動かし、結果を見届ける。その過程を繰り返すことで、現実の実験では、すでに答えが見えていた。未来を先取りする想像力は、それほどまでに強力なのだ。まずはこんな一歩から始めよう。ノートを一冊用意して、そこに君が望む未来を具体的に描き出す。言葉だけでなく、絵図でも構わない。こうなったらいいな、ではなく、こうなっている、と断定して書くこと。これを繰り返すうちに、君の想像は輪郭を持ち、周波数はより強く未来と結びついていく。覚えておいてほしい。想像は、偶然の遊びではない。それは、君が望む現実を引き寄せる、最も直接的な力なのだ。第三の教え。信念は磁石のように未来を引き寄せる。君が、どれほど鮮やかに未来を想像しても、信じきる力がなければ現実化は遠のく。信念こそが引き寄せの磁力だ。半信半疑の心は、波動を揺らし、エネルギーを弱めてしまう。逆に揺るぎない信念は、宇宙の力と共鳴し、望む現実を引き寄せる。信念とは、証拠がない時にこそ試される。まだ何も手にしていない段階で、必ず実現する。と言えるかどうか。そこに、未来を選び取る分かれ道がある。ほとんどの人は、結果が出たら信じる、と考える。だが、それでは遅い。未来は信じた時に動き出すのだ。心を支配するのは事実ではなく、解釈である。同じ状況でも、終わりだ、と思えばその通りの結末を迎えるし、始まりだ、と信じれば新しい道が開ける。つまり信念は、現実の扉を開く鍵でもある。君も経験があるはずだ。試験や面接の場で、きっとダメだ、と思い込んだとき、不安が表情や声に現れ、結果も思わしくなかっただろう。逆に、できる、と信じたとき、言葉ははっきりと響き、態度は自然に堂々とする。信念は行動に現れ、行動は結果を形作る。その循環こそが、引き寄せの正体の一部なのだ。私が生涯で学んだのは、誰も理解しない時でも、信念を手放してはならないということだった。人は、
新しい考えを笑う。だが、笑いに屈した者はそこで止まる。信念を貫いた者だけが、未来の現実を動かすことができる。ここで君にやってみてほしいことがある。自分の望む未来を書き出したノートを、もう一度見てみるのだ。そして、その一文ごとに、これは必ず実現する。と声に出して読んでみよう。声にすることで、君の耳と身体がその確信を刻み込む。最初はぎこちなくてもよい。続けるほどに心の奥に信念が根を下ろし、未来を引き寄せる磁力が増していく。覚えておくのだ。信念とは、まだ見えない未来を選び取る勇気だ。君が確信を持てば、その瞬間から、宇宙は君の選択に同調し始める。疑いではなく、信念を燃料にして、未来を動かすのだ。第4の教え。集中したエネルギーは奇跡を起こす。君が望む未来を引き寄せたいのなら、力を分散させてはならない。多くの人は、あれもこれもと手を出し、結局どれも中途半端に終わらせてしまう。しかし、エネルギーを一点に集めたとき、そこには驚くべき力が生まれる。光がレンズを通して一点に集まると、硬いものをも燃やすように、人の心もまた、集中したときに現実を動かすのだ。未来を描くだけでは不十分だ。その未来に向けて、意識と行動を一致させる必要がある。だが、人の心は揺れやすく、誘惑に弱い。本当にできるのか、と疑えば、力は散り、他人の目を気にすれば、方向はそれる。集中を保つとは、自分の未来に波長を合わせ続けることに他ならない。君の周囲には、常に雑音があるだろう。ニュース、噂、批判、比較。それらはすべて、心をかき乱し、波動を乱す。だが、集中した心は雑音に揺らがない。周囲がどうであろうと、君の内に描いた像を守り続ける。この持続こそが、未来を引き寄せる最大の要となる。一つ、日常の例を挙げよう。例えば、君がある資格試験に挑戦しているとする。周囲の人が遊びに誘ったり、どうせ難しい、と言葉を投げたりするかもしれない。その時、心が揺れれば、勉強は愚かになり、未来は遠のく。しかし、合格して新しい人生を開いている自分、という像を守り抜けば、誘惑は次第に色を失い、勉強に向かう時間が自然に増えていく。集中の力は、君を迷いから解放するのだ。私自身も、実験に没頭するときは周囲の声を閉ざし、ただ結果を思い描いていた。昼も夜も忘れるほどに、一つの課題へエネルギーを注いだ。すると、不可能と思われたことが形を取り始めた。奇跡と呼ばれるものは、偶然ではなく、集中した心の必然なのだ。今日やってみてほしいことがある。一日のうち、わずかでも構わない。これは自分の未来に直結している。と思える行動に、完全に意識を注いでみよう。その時間だけは、電話も通知も閉じ、心を一つに絞る。短い集中の積み重ねが、やがて大きな流れを生み、未来を引き寄せる磁力となる。忘れるな。分散した力は、風に散る砂のように消える。だが、集中したエネルギーは、岩をも動かす力を宿す。君が未来を選ぶなら、すべての意識を、その一点へと集めるのだ。第5の教え。心の静けさが未来を呼び込む。君が、未来を引き寄せたいと願うなら、まず心を静めることだ。多くの人は、頭の中が絶え間ない雑音に満ちている。焦り、比較、不安、期待、それらが絶え間なく響き、心の波を乱す。だが、引き寄せの力は、静けさの中で最も強く働く。澄んだ湖が周囲を映すように、静かな心は、未来の像を鮮やかに映し出すのだ。未来を描こうとしても、心がざわめいていれば、像は歪む。本当にできるのか、他人はどう思うか、といった声が波動を乱し続ける。その状態では、宇宙との同調は起こらない。引き寄せのために必要なのは、静かな周波数だ。静けさを得るには、必ずしも山にこもる必要はない。日常の中で短い時間を作ればよい。朝起きて1分でも、
夜眠る前の数分でも構わない。目を閉じ、呼吸を整え、雑念を一つ一つ手放していく。やがて心の内に深い沈黙が広がる。その時、未来の像を心に浮かべるのだ。静けさの中で描かれた想像は強力な磁力を持つ。日常の一例を思い浮かべよう。例えば、君が重要な会議や試験を控えているとする。直前まで不安や焦りに飲まれて準備をしても、心は揺れ、言葉は途切れる。しかし、数分間の静かな呼吸で心を整えると、思考は済み、必要な言葉や答えが自然に湧き上がる。静けさは、ただの安らぎではなく、未来を形作る力を引き寄せる場なのだ。私は幾度も、孤独の中でこの静けさに触れてきた。人々が賑わう場所を離れ、暗い実験室に一人向き合うとき、最も大きな発想が訪れた。孤独は恐れるものではない。それは静けさを与え、未来の声を聞かせてくれる時間である。まずはこんな一歩から始めよう。今日、眠る前に明かりを落とし、数分間だけ目を閉じよう。呼吸を数え、心の中のざわめきを手放していく。そして、一つだけ望む未来の場面を浮かべるのだ。その未来の自分が、どんな表情をしているか、どんな言葉を交わしているか。静けさの中で描けば描くほど、未来は君へと近づいていく。覚えておいてほしい。雑音に支配された心では、未来はぼやけてしまう。だが、静けさを得た心は、宇宙の周波数と共鳴する。君が、静けさを選ぶとき、未来は確かに、君の方へ歩み寄ってくるのだ。第六の教え。笑われる夢こそが価値を持つ。君が未来を引き寄せようとするとき、必ずと言っていいほど周囲の声が現れる。そんなことは無理だ。現実を見ろ。その言葉は君の心を揺さぶり、信念を削ろうとする。だが、思い出してほしい。人々に笑われる夢ほど、実は価値があるのだ。誰もが理解できる夢なら、それはすでに、誰かが歩んだ道に過ぎない。だが、笑われる夢は、まだ誰も到達していない、未来への扉である。周囲の嘲笑は、未来の価値を測る試金石だ。笑われるということは、それだけ未知で、常識を超えている証拠。そして、未知を切り開く力を持つのは、常に少数の信じる者だけだ。笑い声に耳を傾ける必要はない。むしろその笑いが、君が正しい方向に向かっている証明だと知るべきだ。想像してみよう。君が、新しい仕事のアイデアを語ったとき、友人や同僚が笑ったとする。その瞬間、心は痛み、夢を閉じ込めたくなるだろう。しかし10年後、そのアイデアが形になり、多くの人に使われている光景を思い浮かべてみるのだ。かつて笑った人々さえ、その成果を当然のように享受している。笑われる夢は、未来を先取りした証である。私もまた、数えきれぬほど笑われてきた。不可能だ、狂気だ、と言われた発想は、やがて時代を動かした。その時知ったのだ。人に理解されない孤独こそ、未来を引き寄せる道だと。君も同じように、孤独を恐れることはない。孤独は、未来の先駆者に与えられる贈り物なのだ。君に、やってほしいことがある。今日、誰かに夢や目標を語るとき、笑われてもいいと覚悟してみよう。その反応を恐れるのではなく、未来を先取りしている証だ、と心の中で言い換える。そうすれば、嘲笑は君を傷つけるものではなく、むしろ、力を与える合図になる。忘れるな。笑われる夢こそが、本当に未来を引き寄せる。人が理解できないほど、新しい波動を放つからこそ、宇宙は君に道を開こうとするのだ。君が笑い声に屈しなければ、その夢は必ず現実の形をとる。第7の教え。恐れの感情は望まぬ未来を引き寄せる。君が未来を引き寄せようとするとき、最大の障害となるのは外の世界ではない。それは君自身の中に潜む恐れだ。恐れは強烈な波動を放ち、君が避けたいと願っている出来事を逆に引き寄せてしまう。失敗したらどうしようと思うほど、その失敗の場面が心に焼き付き、
やがて現実の形をとるのだ。恐れは想像力の裏返しである。未来を鮮やかに描ける力を最悪の場面に使ってしまうと、それは負の引き寄せとなる。君が恐れに飲まれるとき、宇宙はそのイメージに同調し、不要な現実を呼び寄せてしまう。だからこそ、恐れを制することが未来を選び取る鍵となるのだ。思い返してみよう。例えば、重要な発表の場で言葉が詰まったらどうしようと思えば、その場面ばかりを想像してしまう。その結果、本当に声が震え、言葉が途切れる。恐れが現実を作る瞬間だ。だが、同じ場面で、聴衆は自分の言葉に耳を傾けてくれているとイメージすれば、不思議と声は澄み、話は自然に流れる。恐れと希望、どちらに想像を与えるかで、結果はまるで変わるのだ。恐れを消すことは難しい。だが、恐れを受け止め、そのエネルギーを変換することはできる。恐れを感じた瞬間、これは未来を選ぶ合図だ、と考えてみよう。その時、君には2つの道がある。恐れの像に従うか、希望の像に波長を合わせるか。選ぶのは常に君自身だ。私もまた、数えきれぬ失敗と批判の恐れを抱えてきた。だが、恐れを行動の妨げとせず、未来の像を優先したとき、不可能は現実となった。恐れを抱かない者などいない。違いを生むのは、恐れの声を信じるか、それとも希望の声を選び取るかだ。まずは、こんな一歩から始めてほしい。今日一日、恐れを感じた瞬間を逃さず記録してみるのだ。そして、その横に、この状況で望む未来の姿を書き添える。恐れを否定するのではなく、希望の像を上書きする作業だ。これを繰り返すほどに、恐れは未来を妨げる鎖ではなく、希望を選ぶチャンスへと変わっていく。忘れてはならない。恐れは、強力な引き寄せの力を持つ。だが、同じ力を希望へ向ければ、未来は輝きを増す。君が選ぶ波動次第で、恐れは君を縛る闇にも、未来を照らす光にもなるのだ。ここまで語ってきた7つの教えは、すべて一つに収束する。それは、君の思考と感情が周波数を放ち、未来を形作るということだ。想像力は設計図となり、信念は磁石となり、集中は炎となる。静けさは未来を映す湖となり、笑われる夢は未知の扉を開く。そして、恐れを超えたとき、君は真に望む未来を引き寄せられるのだ。だが、大切なのは、ただ理解することではない。君自身が行動に移し、日々の選択に取り入れることだ。未来は、君の外にあるのではなく、君の内に刻まれている。そして、君が心に何を抱くかで、その未来は今日から動き出す。最後に、明日から実践できる3つの具体的な行動を渡そう。1つ目、朝、目覚めた時に、望む未来を1分間鮮やかに想像すること。通勤前の短い時間でも構わない。心の周波数を一日の始まりに合わせれば、その後の選択が自然に未来へと導かれる。2つ目、昼のどこかで10分間の静けさを持つこと。通知や雑音を断ち、呼吸を整え、心を澄ませる。その中で未来の像を再び描き直すと、波動は安定し、集中力が増していく。3つ目、夜、眠る前に一つの恐れを書き出し、それを希望の像に書き換えること。恐れは強力な引き寄せを持つが、書き換えられた像は逆に未来を照らす力に変わる。これを習慣にすれば、恐れは君を縛るのではなく、未来を選び直す合図になる。未来はまだ形を持たない。だが、君の想像、信念、集中、静けさ、そして希望がその形を呼び寄せる。君が選ぶ波動に宇宙は必ず応える。ならば、恐れることはない。君の未来はすでに君の心の中で震え、君の手を待っているのだから。